にちは、しゅんです。今回はロペスとドリックスの月の違いについて、このね、今ドイツに来てブンデスリーガっていうプロのね体操リーグで活躍しているトラジ君からね、すごい面白い考え方、練習の仕方、ポイントっていうのがあったので、ちょっとそこをね実際に聞いていこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いしますトラジ君一応跳馬が一番得意ってことで、トカチェフもめっちゃうまいけどねで全日本の種目別跳馬決勝の方にも出て、でロペスの方しっかり飛んでたっていうことでね、この動画は、自分もいろんなね選手と会ってきて、ドリックスはこうするけどロペスはやっぱ違いますよっていう選手がほとんどだった中で、ほぼそこが一緒ってことでねっていうね、初めてのパターンの選手に会いました。なのでね、今そのドリックスからロペスですごいつまずいてる選手にすごいいい動画っていうのと、そのロペスをするまでの間に、ここはしっかり練習しといた方がいいよっていう、3つのねポイントを詳しく、練習方法とポイント、ここをしっかりできる上でこのテクニックを使ってくださいっていうところも解説していくので、そのジュニアを育成してるコーチの方であったり、将来的にロペス、ドリックスやりたいですよっていう人はね、これから説明する3つのポイントっていうのをしっかり踏まえながら、ロペスこういった突きの仕方があるんだなっていうのをちょっと見てもらえればいいかなって思います。じゃあよろしくお願いします。はい、で、その結局結論から言うと、ドリックスとロペスの突き方は違うのかどうかっていうのは、結論から言うと自分は変えないようにしてます。ドリックスとロペスは同じ、入りは同じ。それ珍しいよね、なんかすごい変える人が多いイメージだけど、そうですね、やっぱ高さ出すとかっていう人が多いんで、なんかドリックスは回し気味だけどロペスは突っ込み気味でやったりとか、低めに入るとか、なんかそういうのすごい聞くもんね。でもその中で一緒っていうことはもうほんとここまで全部一緒。ここ入りは変えないように意識をしてます。多少は変わってるのかもしれないですけど、だから意識とかは変えてないで、ドリックスと同じような入り。じゃあその詳しく言うとどこを変えてたのかっていうことだね。この蹴りから突きまではもう一緒ですよ。でドリックスとロペスでどこを変えてたっていうのはある？ひねり出しのタイミングですね。ドリックスより早くひねり出す。ここで合わせて変えてたって感じです。じゃあちなみにドリックスはどういった感じのひねりのかけ方になってる？ドリックスは立ち上がってもやっぱ前通しながらひねりかける。なんかこのしっかり4分の1ひねってまっすぐ立ち上がっていくっていう感じやりながらって感じですね。じゃあロペスの場合はそこが、ロペスは入り変えずにこのまま行くんじゃなくて、もうこっからすぐ半分後ろ向くっていう感じです。ドリックスはこう立ち上がりながらひねるのに対して、ロペスはこう残しながら半分向くって感じですね。でもここから突きからのさ、回転のつけは一緒なの？タイミングでここはやっぱ上に逃がす感じ？そこはちょっと逃がすですかね。上に足先は下げないように、そこに体持ってくるって感じです。でこのひねりながら起き上がった時には一回ひねってるみたいなイメージか。これがすごい、突きをすごい変えるっていうのは聞いたことあったから、突きほぼ一緒でそこだけ変えて。そうですね。でだからその聞いたのが、試合会場の時に全然怖くないみたいな話聞いたんだけど、もう、最初はやっぱ怖かったですけど、使い始めるけども良かった時の時期とかは、全然会場でやるのとかも恐怖感ないし、なんかドリックスと一緒みたいな。ドリックスと一緒だったんで、ドリックスと一緒でちょっとここだけ早めにひねり始めるだけっていう感じなんだ。ドリックスが本当に怖くないところまで行けばって話ですけど、そこまず前提がっていうドリックスがロペス飛ぶ人はドリックスができてロペス行きたい人はっていう、すごい参考になるんじゃないかなっていう。でやっぱいろんな選手によってやり方が変わってくる中で、こういうやり方も、ロペス挑戦した人は役に立つんじゃないかなって思います。で、それをね話している中で3つの、このロペスドリックスにたどり着くまでに、ここはやっぱ絶対やっておかなきゃダメだよねっていうポイントがあったんで、ちょっとそこをね、説明していこうと思います。まず1つ目が入り、蹴りからの
足の振り上げっていうことかな、どれだけしっかり蹴って、振り上げる、走るっていうところもそこに加わってくると思うけど、それが1つ目、じゃあ2つ目が突きですね。突き、やっぱり大事なのは、しっかり体重乗っけてつけれるかっていう。で3つ目が空中感覚をひねり方とか、そういうところをどうやって組み合わせていくかっていう、練習方法、実際自分がやってるのと、これいいよねっていうのをしっかり組み合わせながら説明していこうかなと思います。まず1つ目、しっかり走って蹴って、どれだけ体がひっくり返るかっていうことだよね。突っ込まないのが大切だと、どれだけロイター板を蹴って足を振り上げられるか、ひっくり返れるか。だからよく、今回トラジ君が来た時やってたのも前方の伸身、これよく見る練習だけど、結構いろんな国でも遠くに飛ぶのはダメみたいなのがあって、1メートル20センチ幅があってそれより外出ちゃったら、減点みたいなので、やっぱりそこのひっくり返り、上半身が前行ったまんま伸身で立てても意味がない、どれだけ距離が出ない中で頭がここに残ってて足をひっくり返せるかっていうところだと思うんで、ちょっとそこがすごい1つ目のポイントのいい練習じゃないかなと思います。で2つ目があれだよね、突き、で今自分がすごいインスタとかでやってるのはこの突きロイター板でしっかりまっすぐ入って跳ね返ってしっかり上がってから回転みたいな、っていうのもやっぱすごい大事なのかなっていうのを2人で話してました。やっぱそれなしでいきなりこの回転ばっかつけちゃうと、結局高さがね出ないっていう問題に、高さは大事っちゃ大事だ、やっぱ高さ上行って、回転をかけるっていった感じになってくるんじゃないかなと思います。で最後の空中感覚っていうのがミニトラを使って、そうですね、自分はよくポリンボードっていうんですか、を使って空中感覚とかはつけるようにしてました。だからポリンボード、トランポリンを使ったり、あと結構国によってはロイター板2つ重ねてやって、とりあえず足とかの負荷をない、で足が振り上がりやすい感じにして、そうですね、ひねりの感覚であったり、突きも大事だし、も大事なんですけど、こっちの空中感覚をメインで意識してやった方がいいって感じです。空中感覚の練習としての、トレーニングになってくるかなと思います。であと背負い力のね、そうですね、トランポリン、デカトラとかの背負い力のひねりとか、前方のひねり、跳馬の感覚と自分的には似てるかなって。で俺的にはあれは前方系の感覚なのかなって思ってたけど、結構笠松だったりロペスとかでも前方の2回半がすごい似てるっていう話をしてたんで、そこもすごい有効なんじゃないかなって思います。あとこれいろいろ話してきたんですけど、すごい重要なのが足が振り上がってないのに突きを意識しても結局それができないよねっていう、だから順番的にはしっかりロイター板を蹴る、で体ひっくり返す方法知ってます、で突きが来ますで感覚練習っていう感じの段階の練習があるんじゃないかなって思います。そんな感じですね。一応こんな感じかなということで、今回ね実際ロペス飛んでて、全日本種目別にも残ったトラジ君にいろいろロペスのことについて話してもらいました。でこんな感じね、いろんなねこうすごい選手、いろんな技する選手にもこれからもいろんな話を聞いてもらって、体操練習するために役立つような動画を上げていきたいと思うんでね、ぜひぜひこれからもよろしくお願いします。でトラジ君もこれから今年の9月からブンデスリーグ、ドイツのリーグが始まって、そっちの方で、ドイツの体操リーグどういった感じなのかっていうのも、配信していくと思うので、ぜひねトラジ君のトラジジャパン YouTube チャンネルの方の登録よろしくお願いします。概要欄の下に貼っておきます。はい、それじゃあ最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。See you.